おはようございます。まみやです。前回に引き続きですね、韓国のソウルに来ているんですけれども、今回のまみやログはですね、DMZ のツアーに行ってきたいと思います。そもそもね、DMZ って何なのかっていう話だと思うんですけど、ディミリタライズドゾーンの略です。日本語にすると、非武装地帯というね、意味です。じゃあ具体的にどこなのかっていうと、北朝鮮と韓国の間にある干渉地帯のことを DMZ と呼ぶそうです。じゃあなんでね、これが作られたかというと、DMZ が作られたきっかけは、1950年に始まった朝鮮戦争です。北朝鮮が韓国へ侵攻したことで戦争が始まり、韓国側にはアメリカを中心とする国連軍、北朝鮮側には中国軍などが加わり、朝鮮半島を舞台に激しい戦闘が約3年間続きました。しかし決着はつかず、1953年に休戦協定が結ばれます。その際、再び戦争が起きないように両軍を引き離すための干渉地帯として作られたのが DMZ です。軍事境界線から南北それぞれ約2キロ、合わせて幅約4キロのエリアが DMZ に指定されました。ちなみに朝鮮戦争は正式に終戦したわけではなく、現在も休戦中という状態です。この DMZ はですね、ツアーでしか行けないということで、今回はね、ツアーの方に申し込んであります。でね、この顔なんなんて思うと思うんですけど、前回ね、動画に出したシミ取りのダウンタイム中でございます。じゃあ早速、行ってきます。朝10時、ピックアップはですね、本出なんですけれども、なんかこの辺にたくさんバスが並んでて、私のバスはどれかしらって思って聞いたらね、まだ来てないそうです。なんか10分くらい遅れるらしい。お待たせしました。차1번すいませんでした。遅れてしまって。いえいえ。乳母車のデモがあって。デモなんですね。それで。마라톤 乳母車のマラソンが。おもろ。なんか、いろいろあったみたいですね。やっとバス来ました。そしてね、ツアーの参加者はなんかこういうのをつけないといけないみたい。大変長らくお待たせいたしました。日本のお客様、ありがとうございます。申し上げます。私、本日このツアーをご案内させていただくガイドです。コウと申します。高校生の子、開校です。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、無人閣平和記念公園にやってまいりました。ここはですね、一般人が特別な手続きなしに北朝鮮に最も近づける場所。はい、こちらのね、平和公園の向かいはですね、遊園地でございます。もう完全に観光地ですね。最初はね、祈りを捧げる場所として、作ったんですけれども、朝鮮戦争をね、経験した人がすごく高齢なんでね、今もね、完全に観光地になってるみたいです。ここから見るのはね、まだ北朝鮮ではありません。ここからね、北に、18キロ行くと、北朝鮮があるそうです。で、向こう側にね、川が流れてるんだけど、これはね、北朝鮮に流れてる、なんとか川っていう川。そしてね、これは平和の鐘。このね、真ん中にある鐘は、朝鮮戦争時代に使われた銃やヘルメットを溶かして作られたんだそうです。그리웠던 30년 새こちらにね、線路があるんですけれども、これはですね、北朝鮮と韓国がまだ分断される前、朝鮮時代にね、作られた線路だそうです。でね、向こう側には、朝鮮戦争の時にね、実際に使われていたね、汽車が置いてあるそうです。自ら壊した方がいいと言って、銃でもって壊してしまうんですよ。丸くね、穴が開いてあります。これ、弾丸の跡です。1000個以上の弾丸の跡がね、残ってる。いかにも韓国戦争がすさまじかったのかというところをね。そしてさっきのね、旧虚偽村がここまでずっとね、繋がってるんですね。この絵が日本製です。
についてます。この汽車を作った会社。でもう一つの会社のマークがついてます。そうです。で、これしゃがんでみると、住友って漢字が刻まれています。で、ここから先はですね、朝鮮戦争の時に使っていた橋。ここだけは、別料金のチケットがいるみたいです。なんかこの橋の上をですね、正面しか撮っちゃダメみたい。そしてですね、あちらに見える新しい橋、あれがですね、自由の橋。朝鮮戦争の停戦協定が結ばれた際、北朝鮮側にいた捕虜約1万3000人が韓国に帰ってくる際に使ったんだそうです。帰ってくるときですね、自由万歳と叫びながら帰還したため、この橋は自由の橋と呼ばれているんだそうです。でね、さっき見たのが、旧京味線なんですけれども、こちらはね、その後にね、新しく作られた線路だそうです。この線路ですね、2002年ぐらいにはもう開通していたそうなんですけれども、こうね、韓国と北朝鮮を繋いでいた線路。残念ながらね、一昨年、北朝鮮によってね、爆破されてしまったそうです。そしてね、こちらはマンベダンというね、記念碑です。朝鮮戦争の時にですね、北と南で離れ離れになった離散家族が、ここに集まってですね、祈りを捧げるところなんだそうです。で、左手をね、見ると一つの村が見られるんですけれども、統一村です。トイルチョン、1974年できた村で。もともと、軍人だった人80人、農民だった人80人から始まってるんですけれども、今増えまして、今450人から500人の人が農業を営みながら生活をしています。这边那个統一村。はい。じゃあ、私たちはね、左を曲がります。左、キョギソン道路なんですけれども、ここからですね、本当に、10分で北朝鮮のケソン工業団地がつくんですよ。で、2004年から16年まで韓国と北朝鮮がね、工場を回してて、で、北朝鮮にね、その給料上げてたりしたんですけれども、今もこれが、中止になっちゃってるんです。で、私たちは北朝鮮の労働者たちの、その生活レベルをアップしてもらいたかったんです。給料もらったらちょっと美味しいもの食べて、いいもの着てもらいたかったんだけど、北朝鮮側は彼らの給料を横から取ってしまうんですよ。核武器開発に励んでしまいます。ICBM を作るためにね。それでそのことをして、やめてくださいって何個も言ったんですけれども、言うこと聞いてもらえなかったんです。それで、やむを得ず、もう中止になっちゃったんですね。で、2016年で終わっちゃってるんですけども、2018年、一度だけこの道路を使われてます。で、2018年韓国で、その冬のオリンピックがね、再開されてるんです。で、その時に北朝鮮のね、今のリーダーの妹、金ヨジョンとですね、応援団がこの道路から通って、平昌というところまで行ってるんです。で、それ一気に終わり。で、今現在は全く使われないというところになります。朝鮮の兵士がね、行っちゃってる時に、チョンヒョクさん、このまま行っちゃったらどうするのよって言いながらね、泣きながら別れを告げたところですね。我们飞机要慢慢展放上，你们手机可以按一个破障的拍摄地，男主人、女主人分手地方。1、2、3，这边。腹がひべそうしたいらしいですわ。我们都进来了。ドキドキする。我们看要到我们哪个地址？我们看要。続いてですね、トラサン展望台というのがね、着きました。すごい立派な展望台があるわ。高陵時代で神羅です。トラサン展望台ね、行ってきたんですけれども、残念ながらですね、今、韓国と北朝鮮のね、仲が悪いみたいで、写真は撮れませんでした。写真も動画もダメだったんですけれども、展望台ね、望遠鏡があってですね、北朝鮮の様子を見ることができました。ただね、なんかめちゃくちゃ曇ってるっていうか、なんか PM2.5、韓国やばいらしくて、めちゃくちゃね、もやがかかっててね、肉眼では、ちょっと厳しかった。結構ね、白くてあんまり見えなかったんですけど、望遠鏡見るとね、かすかに見えました。国旗とかね、
北朝鮮のね、国旗がはためいてるやつとかはね、見れたんですけど、人は見えなかった。建物と街並みはギリ見れたかなっていう、そういう感じでした。これね、さっきのとこに売ってた乾パンなんですけれども、これね、実際に韓国の人がね、徴兵に行くときに食事として食べる乾パンらしいです。訓練中ね、みんなこれ食べるらしいわ。英国的 TNG 英文字幕，我拍的不错，我的有那个棒也拍着，然后这边是那个軍事的動向を監視する場所なんですね。だけど北朝鮮はそのルールを破りまして、この非武装地帯の中に侵略用のトンネルを掘ってきています。今日行きます。3番目に見つかった第3トンネルが、1978年。で、最後に見つかったトンネルが1990年になっちゃうんです。第4トンネル。で、この中にまだまだ見つかっていないトンネルが10いくつあるんです。だけど私たち探すことをやめてしまいました。で、なぜなら、このトンネルは70年代にゲリラ戦に使うために作られたトンネルです。しかしながら、その時期から今はもう50年経ってまして、北朝鮮ですね、最も優秀な武器を持ってるんですね。ICBM って聞いたことあります。長距離大陸間弾道ミサイルと言いまして、もうボタン1個で戦争が始まって終わる時代です。あえてこの、ゲリラ戦に使うようなトンネル必要ではなくなっちゃっているんですね。それで私たち探すことをやめてるんですけれども、だけど今日はですね、3番目に見つかった3トンネルを行きます。はい。続いてね、第3トンネルというところにね、来ました。こちらはですね、北朝鮮の兵士が、韓国まで掘ったトンネルの跡だそうです。で、これどうやって見つけたかというと、このトンネルを掘ってた人が、韓国側に逃げてきて、それで情報を教えてくれて作ったというふうに、見つけたというふうに説明してるんですけども、逃げてきた人の話によると、どうぞ、これを見てください。自分はこのようにトンネルを掘ったっていうんですね。見てください。垂直73メートルのところです。ね、潜って、3人1組になって、小さいダイナマイトを使って爆破させて落ちた石を運んで北に持って帰るのを繰り返しだったそうです。うんざりしてしまったんですね。で、この中の一人が逃げてきちゃったと思います。で、358メートルのところなんですけども、傾斜が11度ですね。で、トンネルの全長が1635メートルです。足が悪い方は行かないでください。帰り大変です。そして結構深いので、喘息のある人も行かないでくださいね。一番高いところで2メートル。低いところで150何センチなんですね。閉鎖恐怖症の人も行かないでください。えぐい。えぐい。まずね、めちゃくちゃ深い。70メートル以上地下に掘ってあるらしいんだわ。だからね、ビルにすると20階以上みたいな感じで言ってたんですけど、まずそこまで下らなあかんやん。で、そっからもね、なんか、小さいトンネルがずっと続くんでね。疲れました。めちゃくちゃ疲れた。暑っ。ね、残念ながらね、撮影禁止だったんですけど、なんかね、模型みたいなのがあるみたいなんでね、そっちに行ってみたいと思います。これがね、第3トンネルのモデルなんですけど、入れないじゃん。なんでだよ。何のために作ったんだよ、じゃあ。工事中なんかな。はい、残念ながらね、モデルもね、閉まってたんで、口で説明するとですね。まあ、岩のトンネルでした。でもね、結構ね、狭いんでね、ずっとね、中腰で行かなきゃいけなくてね、あれ掘った人すごいと思います。マジで大変だったと思う。でね、どこまで行けるかっていう話なんですけど、北朝鮮とのね、軍事境界線まで170メートルのところまで近づけました。でもね、そっから先はですね、3枚分厚い壁がありましてですね、向こう側にはもちろん行けないようになってるんですけれども、170メートルって30秒ぐらいで行けるよね。そんぐらいね、近い距離まで、北朝鮮にね、近づくことができました。はい。疲れた。疲れたし、映像を撮れないし。今日のツアーはいかがでしたでしょうか。
감사합니다. 少しは韓国と北朝鮮の関係がお分かりになりましたでしょうか。これからも日韓の架け橋として頑張っていきます。私の夢はあなたと北を一緒に見たい。そのためにきっとコメントお願いね。ありがとうございます。감사합니다。はい、昨日ですね、DMZ のツアー行ってまいりました。私は望遠鏡越しにね、北朝鮮を見ることができたんですけれども、皆さんにね、お見せすることはできませんでした。撮影禁止ということでね。でもさ、見たいっしょ。いや、見たいよね。見たいと思う。だってさ、こんな北朝鮮の近くまで来ましたって動画でさ、北朝鮮見せない動画なんてある？ということで、探しました。皆さんにね、北朝鮮を、お見せすることができる展望台がね、韓国にあるということでね、やってまいりました。はい、こちらでございます。こちらはですね、金浦市にある、エギボン生態公園というね、公園でございます。ここのね、公園にある展望台から、なんと北朝鮮が見れるそうなんですよ。そしてね、撮影もできるということで、やってまいりました。はい。こちらの長い、わあ、揺れる揺れる。こちらもね、長い橋を渡ってね、向こう側に見えるのがね、あれ展望台。ちょっと待って、揺れるんだけど、怖っ。あれが展望台です。あそこまで登らなければいけません。怖い。はい、ということで見えてまいりました、展望台。ですね、あちらの展望台、よく見ると、スタバがあります。北朝鮮の見えるスタバとしてね、ここめっちゃ人気あるらしいですわ。というかですね、ここの公園自体予約が必要らしくて、そうね、オンラインで予約できるんだけど、予約するには韓国の電話番号とクレジットカードがないと予約できないらしくてですね、今回は予約の方をお願いしました。だけどね、ツアーとかでも来れるみたいなんで、外国人でもね、ツアーに申し込めば行けるっぽいです。あ、ここはシアタールームですね。すごい。そういうことか、ここから見えるのね。おー。曇ってるこのね、川を挟んで向こう側。あちらがね、北朝鮮でございます。その距離実に 1.4 キロだそうです。もうすぐそこ。ちょっとアップにしてみるか。おー。あるある街。街あるわ。これか、北朝鮮の見えるスタバは。あ、なんか2階の方がいっぱい望遠鏡あるな。全然見えないですけど。みんな何を見てんの一体。全然私見えないんだけど。どこに人なんている？あ、ほんとだ！いた！人いた！わ、一人で歩いてる人がいる。わ、すごい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 。歩いてる歩いてる。歩いてる歩いてる。ほんとね、もうめちゃくちゃ小さい。アリみたいな小ささだけど。歩いてる歩いてる。男の人かなあれ。すごい。昨日見れんかったのに。昨日はね、人はね、一人も見えんかったんよ。初めて見れた。見えるでしょうか、この建物たち。わあ、むずい。すごい。あれが北朝鮮ですよ。あー、動いてる動いてる。すごい、トラクター取れた。うん。おー、農作業してる。すごい古いトラクターだな、でも。左側に人がおるの見える？ほらほら、動いてる動いてる。すげえ。左の人が偉い人なのかな。실시간은 안 돼요. 그냥 오. 사람 깜빡 속게만 해요. すごい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 。おー。 저거하고 이거하고 변한 건 하나도 없네. ちゃんと人住んでるわ。
あれなんだろう、羊なんか、羊飼いのおじさんみたいな人がいる。ヤギかな。うわー、取るのむずすぎ。何あれ、ヤギ、羊、牛にしては白すぎる。放牧してる。なんか燃やしてる。左下、おらららら、なんか燃やしてる。何燃やしてんだろう、ゴミ？燃えてる燃えてる。農道のところ。買うの忘れとった。スタバ買ってくるの忘れとった。せっかくね、こう来たんだったらちょっと買っとかないと。忘れとったわ。これあれ、なんか韓国で流行ってるドバイチョコピスタチオみたいな。寒い。寒い。もうスタバよりこっちが気になって。なんかね、北朝鮮の一番手前の街は、なんて言うんだろうな、観光用っていうか、北朝鮮はこんだけ豊かですよっていうのをなんか見せるためのフェイクの街だって言われてるんですけど、住んでます。フェイクなのかどうかわからないけど、とにかくあそこに人は住んでる。すごいね。いつか行きたいすぎる。5時間折れるわ、このスタバ。ちょっとめちゃくちゃ良かったですね。いや、昨日はさ、展望台行ったんだけど、全然見れんかったんよ。建物はね、確かにいっぱいあった。ああいうビルみたいなのね、たくさん建ってたんですけど、一人いなくて、無事ね、皆さんにもお見せすることができてですね、良かったです。もうどこもかしくもね、撮影禁止だったから、本当に良かったです。そしてね、さらに北朝鮮行ってみたいなっていうね、気持ちが高まったんでね、またいつか行ける日が来ることをね、願っております。それではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。マジャンドンの畜産市場っていうところに来ました。ここはね、牛肉が有名なんですけど、食べたいものがあるんよ。うわー、これね、ソドゥンゴルっていうね、牛のなんか髄みたいなやつらしいんだけど、なんとこれ生で食べるらしいです。生いける、本当に。いただきます。思ったんと違う。初めての食感すぎて。何これ、ムミ。白子ではないけど、なんだろう、クリーミームミ。味ない。焼肉ももちろん頼みました。美味しそう。いただきます。乾杯。マッコリうめえ。ユッケ食べる？食べます。感じうまくない？めっちゃ柔らかいんだけど。韓国って感じのテーブル。もう乗らん、これ以上。韓国飯うまいな。何食べてもうまい。